ご視聴ありがとうございます。気に入って使っていたスタビレーのラチェット 452QR が壊れてしまったのでご報告。結果的には治りましたが、もにょる部分もありました。修理の様子についてもお届けしたいと思っています。まず症状はこんな感じ。時計、半時計どちらに回してもスルスルと回るようになってしまいました。ラチェットのカリカリ音はどちらに回してもしませんし、切り替えレバーがどちらの向きにあってもスクエアがどちらの向きにもすんなりと回ってしまいます。ネジを回す道具としては全く機能しなくなりました。壊れた瞬間がこちら。アングルはいまいちですが、たまたま動画を撮っていました。四分位置のソケットをアダプタ返して取り付けて、固着したボルトを緩め側に回しました。ボルトの予備は8分の3インチ、ミリ換算だと 9.5 ミリ。かけたトルクは100ニュートン未満かと思います。パキンと大きな音がしましてネジは緩んだのですが、その時から先ほどの症状となりまして、ネジ回しとしては使えなくなりました。このままだとハンマーかドンキにしかなりません。それでは分解をしていきます。スタビレーのラチェットは FOD 防止の観点からネジが使われておりませんので、分解は少し特殊です。まずドライブの表裏の抜け止めリングを外します。次にプレート、この蓋を取り外します。蓋は樹脂製でラチェットヘッドにパチンとはめ込んであります。他社のラチェットのようにスルッと簡単には外れません。最初は外し方がわからず、ピックツール差し込んでこじって外してしまいました。これやってしまいますと蓋が傷だらけになりますので、心象的には再利用は不可。スタビレー公式のリペア説明動画では細いマイナスでさっと開けてますが、あんな簡単には開きません。で、これもう少し簡単に開かないかってことで、ハンマーで叩いて外すを試したところ、簡単にほぼ無傷で外すことができました。やり方は、プッシュリリース側から K の合う棒などを使って叩き抜くだけです。私が使ったのは、ハルダーの樹脂ポンチとハンマー。ハルダーの樹脂ポンチ、これとても使いやすかったですが、計 12mm くらいの柔らかな打撃面を持った棒なら何でもいけそうです。重ためのハンマーを使って打ち抜いたら簡単に外すことができました。蓋の表側から先の細いものでこじるよりこっちの方が全然やりやすかったです。なぜオフィシャルは表側からこじるやり方なのかちょっとわかんないですね。ちなみに内部にはとても細かなボールとスプリングが入っていますので、ハンマー使って叩き出す際には飛ばないように気をつけました。といっても難しいので、飛んでしまっても部品をなくさないよう大きめのウエスで養生して行っています。ハンマーで外した蓋がこちら。ヘリの返しも大きく損傷はなく、後ほどお見せしますが、もう一度ボディにはめ直してもパチッとはまりました。これならばメーカーは推奨しないでしょうが、再利用も可能っぽいですね。さて、分解した中身がこちら。メインギアにパウルがくさびのように食い込む最近な作りです。パウルは切り替えレバーに組み込まれたスプリングとピンによってメインギアに押し付けられる仕組み。で、今回の故障内容については、パウルが押し上げきれなくなったっぽいですね。切り替えレバーをどちらに操作しても、パウルがメインギアまで届かなくなっていました。パウルとメインギアが噛まないので、いつまでもメインギアが空転してしまいます。メインもパウルもギアは損傷はなさそうでしたので、切り替えレバーを分解していきます。切り替えレバーの部品がこちら。レバーのボディとボール、スプリング、ピンで構成されます。ボールが切り替えレバーのクリック感の演出と位置の軽い固定を担い、スプリングの力でピンがパウルを押し上げます。で、おそらく今回の故障原因がこの傷。切り替えレバーのピン入る穴、すぐ横に深い縦傷がありました。アッコンみたいな感じで結構深め。これによってピン穴が変形、ピンの動きが阻害され、パウルを押し上げきれなくなったと考えられます。正常動作品と比べてみるとこんな感じ。ピン穴の傷の入った側は変形のためにピンが出てくることができません。この傷が原因か確認するため、レバーボデーのみ正常品と交換した結果がこちらです。レバーボデーの交換により問題なく動作するようになりました。やはりレバーの縦傷が原因と考えられます。次に縦傷の入ったレバーボデーのピン穴部分を軽く面取りして修正を試みました。
この作業によりピンの動きが本来の動作に戻ることを期待してのことです。結果、正常動作するようになりました。ピンがしっかりとパウルを押すことでラチェットとしての機能が生き返っています。今回の故障は切り替えレバーが原因だと結論をしました。あとは元通り組み付けます。ハンマーで叩き抜いた樹脂蓋は再利用時もパチッとはまってくれました。リペアについての詳細はスタビレーの公式動画を参照ください。蓋の開け方のみ私はハンマーでやっていますが、それ以外はとてもわかりやすい丁寧な動画です。組み上げて軽く動作確認をします。100ニュートンかけてみましたが問題なし。再びラチェットとして使えるようになりました。さて、修理はできましたが、あまり晴れやかではないですね。もやっとしたものが残ってしまいました。この 452QR、荒っぽく使っているわけではないですし、使用歴は1年半くらいです。蓋がスナップフィットなので、内部のメンテは確かにしておりませんが、無茶はせず、常識の範囲内で使っていました。トルクをかけても100ニュートンちょっとくらいまでという感じ。しかも壊れた時はそんなにトルクも強くない作業。たまたま私以外の人間が使っていまして、感覚的には50から80ニュートンくらいかけたんじゃないかと話していました。私もその作業たまたま横で見ていたんですけど、そんなに高くなさそうなトルクで固着したボルトをパキンパキンと2本目回したところで壊れちゃったっすね。原因となりましたレバーのここ、本来は力かかったらダメな箇所ではと思います。何らかネジが緩んだ瞬間の衝撃が原因なのか、予期せぬ壊れ方だったんじゃないかと思っています。壊れた瞬間は突然すっぽ抜けるような感覚はなかったとも言っていました。ですから今後同じ壊れ方をしても怪我してしまうようなことはなさそうです。そういう心配はないのですが、しかし繊細な壊れ方をしましたので、道具に対する信頼は下がってしまったっすね。今回は試しにレバーボディに面取り修正を行い、蓋のみ新品に交換をして修正で長く使えるのかを確認するため、これで使っていこうと思っています。同じようなボルト何回か緩めてみましたが、今のところ変わらず機能はしています。452QR とても気に入っていたんです。ものすごく使いやすい道具ではないのですが、雰囲気良くて好んで使っていました。しかし、他のロックできるフレックスで良さそうなラチェット見つけたら乗り換えてしまうかもしれません。詳細は不明ですが、スナップオンのラチェットが新しくなるみたいですね。100ギアの小判タイプと思われる新製品をホームページで見つけました。まだ画像は出てきてないですね。出荷は9月と書いてありまして、とても楽しみな製品です。さて、スタビレーのこの故障。一応メーカー様に同じ壊れ方の報告例があるかは確認をいただいている最中です。動画を撮りながら道具使っていますと、映像の映えを気にして変な使い方になってしまうことがありまして、で、今回の故障時もその感じはありましたので、使い方の問題という可能性はあります。保証については希望しませんが、リペアの部品、蓋だけでも別売してくれたら中見たり掃除や注油がしやすくなりますので検討いただきたいですね。もしくはリペアキットを安くしてほしいです。全部品交換の推奨は確かに理解しますが、しかしこのリペアキットあまりにも高額です。直して使うが今の価格では非常に厳しいと感じています。メーカー様から何かしら情報がもらえましたらまた報告をさせていただきます。今回のこの繊細な故障、私の個体特有な事象であってほしいのですが、どうすかね。ご視聴ありがとうございました。当チャンネルではこんな感じに道具の紹介をしております。お時間許しましたら他の動画も覗いていってみてください。皆様には再びお会いできますことを願っております。それでは次回まで。See ya。